こんにちは、メルです。今回は2025年ファッション関連アイテムのベストバイについてまとめました。またしばらく取り上げていなかった最近のコスメ事情や視聴者の方からリクエストのあったパジャマ、部屋着のお話もしていますので、ぜひ最後まで見ていってください。では始めていきます。で、まず総合評価からなんですけれども、買って失敗したなみたいなアイテムは昨年はなくてですね、もう全部語れるくらい満足しています。で、満足の程度として二重丸と丸に分かれるので、まずはそちらを簡単に説明してから最後にベストバイを発表していきます。一つ目、ユニクロのタックワイドパンツ。購入価格は3990円で、私は M サイズのブラックを購入しました。で、こちらを選んだ理由は、仕事にも着ていけるフォーマルなパンツであったことと、以前からよく耳にするアイテムで、視聴者の方からも肯定的なコメントがあったので、実際に試着してみましたところ、まさに求めていたアイテムだったので購入しました。優れている点は、洗濯機でガシガシ洗濯できるのにシワになりにくく、耐久性にも優れている点です。また一年中履ける素材感であることも魅力ポイントです。以前コメントで真夏も履けますというコメントをいただいたので、私も今年の真夏履けるかチャレンジしてみたいと思います。で、気になる点は今のところは特にないんですけれども、結構ゆとりがあってダボっとしているので、苦手な人は苦手かもしれませんね。総合評価は二重丸ですね。もう洗濯にお手入れなどの管理が楽なアイテムは本当に助かります。一年中着れることや耐久性に優れている点も少ない服で生活したい私にはものすごく心強いアイテムです。2つ目、モンベルのスウェット。こちら購入価格は6600円で、私は XS サイズのダークグリーンを購入しました。で、こちらを選んだ理由なんですけれども、主に仕事に着ていける暖かいトップスが欲しくてですね。で、モンベルに行った際にこちらを見てもう一目惚れしまして、試着した時にもサイズ感がバッチリだったので迷わず購入しました。で、特に優れている点は生地がね、これ裏起毛ですっごいあったかいんですよ。で、それなのに洗濯機で洗濯しても全然シワにならなくてですね、大変重宝しております。で、気になる点としては、タグに乾きやすいスウェットって書いてあったんですけれども、確かにね、乾きやすいことは乾きやすいんですけど、この袖の部分が乾いてないことがありまして、そこもよかったらなお良かったなと思いました。で、こちらの総合評価はもう二重丸ですね。昨年着ていた無印のスウェットは1年持たなかったので、こちらのモンベルのスウェットがどのくらいでへたってくるかっていうところも今後注目していきたいと思っております。3つ目、無印良品クルーネック長袖 T シャツ。こちら価格は1290円で、私は M サイズの白を選びました。で、こちらをね買った理由なんですけれども、これまでも半袖長袖ともに無印良品のクルーネック T を愛用してきたので、安定の一着として再び購入しました。で、特に気に入っている点としては、このね首周りの開き具合がね、私にはもうちょうどよくてですね、それに加えて丈感もよく、程よいゆとり感で自分の体に合っているなと感じています。冬はインナーとしても着れますし、春秋もこちらのシャツに上着を羽織るなどして着られるので、もう一着あってもいいかなと思うくらい便利であり、私にとって必須アイテムになっています。あとですね、安いですよね。なんなら無印良品週間で 10% 引きで購入したのでね、ほんと1000円ぐらいで購入できました。気になる点としては、洗濯後は多少シワになるかなという感じで、ちょくちょくアイロンがけをして着ています。で、こちらの総合評価は丸です。
オールシーズン着られるし合わせやすいアイテムで大活躍はしてるんですが、二重丸にならなかった理由としては、カラーが白よりも以前持っていたグリーンの方が良かったという理由ですね。それでももう今現在も本当に大活躍しているので、私にはなくてはならないアイテムです。4つ目、ルノンキュールのジャケット。こちら購入価格は4400円で、フリーサイズのベージュカラーを購入しました。でこちらをね選んだ理由なんですけれども、夏場空調が効いた室内で着る上着を持っていなかったんですね。で自宅でもお出かけでも着られるジャケットが候補になり、こちらがいいかなと思って購入しました。でね、すごく良かった点としてはね、もうデザインがおしゃれでスタイリッシュで、これを着るだけでねコーデが整うので、本当に買ってよかったです。手持ちのアイテムとの相性もバッチリで、涼しい素材なのに冷房の冷え対策にもきちんとなって、機能性も花丸です。そして洗濯もできるので、本当にもう気になる点なんて不満なんてマジでないっていうぐらい、本当に購入してよかったアイテムです。もちろん総合評価も20丸で、もうネタバレですがね、2025年購入した洋服No.1ですよ。で最近は本当にユニクロの服がねすっごい大半占めてきちゃってる中で、初めて購入したブランドのお洋服で、これからもずっと大事にしたいって思える洋服に出会えたので、改めてね2025年はね良い買い物ができた年だったなと思っています。5つ目、ユニクロエアリズムコットンティー。こちら購入価格は1500円で、私は L サイズのホワイトを購入しました。でこちらを買った理由なんですが、半袖白 T はねもう個人的に超必須アイテムでして、それまで持っていた白 T を着古しちゃったのでね手放すことになりまして、でどういった白 T をね買おうかなっていうのを考えてたんですが、で以前持っていた無印のクルーネック T をね買おうとしたら、なんかモデルチェンジしていまして、なんか私的に絶対なしだったので、ユニクロで探したらねこちらのシャツを見つけることができたので、こちらを購入しました。でこちらのね気に入っている点なんですけれども、もうデザインはね正面から見ると以前持っていた無印の白 T とほぼ同じです。もうね見分けつかないくらいです。一応ねユニクロの方は裾が切れているので、そこが大きな違いなんですが、着た感じは若干ユニクロの方がゆとりがあって、無印の方がピタッとしてるかなっていう印象でしたね。ただどちらもすごく良くてですね、コーツつけがたいかなっていう感じです。で気になる点としては特にはないんですが、ただね個人的な話で言うと、母も全く同じものを持っていまして、すごくねややこしいっていうことがありました。多分ねお互い間違って着てたことありますでこちらの総合評価は丸です。この夏ね大活躍でしたし、特に不満もないのですが、逆に言うとすごく感動したポイントがなかったっていうのが、丸になった理由です。でもこの夏結構着てたんですが、状態がねすごく良くてですね、体感でしかないんですけれども、無印のものよりもへたるのが遅いような気がしています。そのあたりのへたり具合なんかも今年の夏注目して見ていきたいと思っています。6つ目、無印良品サロペット。こちら購入価格は5990円で、私は S サイズのダークグレーを購入しました。でこちらを選んだ理由なんですけれども、夏服のコーデがマンネリ化してきているなっていうのを感じていたので、それをね脱却できるアイテムがないかなって探しましたところ、こちらのサロペットが目についたんですね。ただ身長がね私153センチと低めであることから、今までねこういったワンピース型の服をね躊躇してたんです。このサロペットもちょっと怪しかったんですが、上手にねサイズ調整してもらいまして挑戦しました。ですごく良かった点としては、もうイメージ通りで
本当に良かったです。可愛くないですか？もう本当にお出かけがね、以前よりもなんかルンルンになりましたよ。あとですね、すっごく涼しくて、本当にお出かけ時、もう本当に夏暑いじゃないですか。本当ね、快適でした。ただね、やはりね、気になる点もありまして、それはもう購入前から分かってたんですけれども、やはりね、トイレはちょっと面倒ではありますね。ただ慣れちゃえば思ってたほど面倒でもなかったので、お出かけの時はね、積極的に着ていこうかなと思っています。で、こちらの総合評価は丸です。で、本当このサロペットを買ったことでコーデの幅も広がりましたし、このサロペットがあるから次の夏も楽しみだなって思えるぐらい心強いアイテムで満足しているんですけれども、ただやっぱり正直自宅では積極的に着ないかなっていうのも本音でして丸になりました。ですので今年の夏は外でのお出かけ時たくさん着たいと思います。なんかこういう時やっぱ服の数が少ないと必然とも出番が多いので、服少なくてよかったなって思いますね。以上が2025年に購入した洋服アイテムになります。で、この中でのベストバイを発表するんですが、ちょっとね、先ほどももうすでにお話ししちゃってるんですが、1位はルノンキュールのジャケットで、2位がモンベルのスウェットになります。年々洋服選びの満足度が上がってきているので、2026年はどんな洋服アイテムをお迎えできるのか、すでにワクワク楽しみです。ここからは洋服以外のファッション関連アイテム、カバン、アクセサリー、コスメ、パジャマをご紹介していきます。カバンについては10月に公開した2025年ベストバイアイテムでも1位2位を争う大満足アイテム、アフタヌーンティーのミニショルダーバッグ。カバンが変わるだけでファッションの印象も大きく変わるんだなと腹落ちしたアイテムでもあります。デザインが大人っぽく高見えするだけでなく、コンパクトなのに裏側が隠れペットボトルフォルダーになっていることで、折りたたみ傘もペットボトルも両方入る、まさに私の願いすべてを叶えてくれた神アイテム。こんなにすごいカバンなのに4200円とお手頃価格で、もう本当に最高すぎます。こちらのカバンの詳細についてはレビュー動画や楽天ルームをご覧ください。アクセサリーについてはラティスのネックレスを一つだけ購入しました。こちらもカバン同様、してるかしてないかで印象が変わる素敵なアイテムでした。もともとアクセサリーにほとんど興味がなく、つけてもつけなくても変わらないだろうとしか思っていなかったのですが、アイテムを身につけることで洋服もアクセサリーも自分自身も魅力がアップすることが分かり、これがファッションの楽しさなのかと感動しました。現時点で所持しているアクセサリーはこのネックレスとイヤリング一つのみで、今年も何かしら可愛らしい小物が見つかれば挑戦してみたいです。しばらく動画で触れていなかったコスメですが、昨年2025年はクレンジング、化粧水、美容液を新たに試してみたのですが、正直動画で取り上げたくなるほど満足したアイテムはありませんでした。で、まずクレンジングからお話しすると、韓国コスメのマニョを試してみたのですが、悪くはないんですけれど、なんか効果があったかと言われると別にないかなという感じで、決してマニョのクレンジングを批判するつもりはなく、肌に優しい油脂クレンジングで良いアイテムだと思っているのですが、私個人としてはやっぱり今までずっと使っているラチェスカのホットクレンジングジェルで良いかなという結論に至りました。マニョのクレンジングだとダブル洗顔が必要で、洗顔量も増えちゃいますし、2回洗い流す必要があるっていう点で、コスト、管理、時間、労力の面で合わないなっていうのを思いましたね。
対してラチェスカのホットクレンジングジェルはダブル洗顔不要で洗い心地も良く、私の肌にも合っているなと感じていて、マニュを試したことで私の洗顔はこれでいいと、今後もう目移りしなくていいかなという結論に。クレンジングはどの程度化粧しているかで使うアイテムが変わってくると思うので、一概におすすめですとは言えないのですが、私はこれで満足と思って使えるようになったことは良かったかなと思っています。化粧水については長年ハトムギ化粧水を愛用していたのですが、2025年は一時期美容系 YouTube を見るのにハマっていた時期がありまして、白潤の化粧水にはシミの元になるメラニンの生成を抑制する効果があると言われているトラネキサム酸が配合されているのが魅力に感じ、試してみることに。なんだかんだ白潤にしてから半年ぐらい経っているのですが、シミ対策に効果があったかは正直わかりません。ただ肌に合わないとかもないので、どうせなら効果のある成分が入っているものを使いたいと思い、白潤の化粧水を使い続けています。白潤の化粧水に引き続き新たに試したのがメラノ CC のプレミアム美容液。これもシミ対策にいいというのを聞いて使ってみたのですが、こちらも効果があったのかはよくわかりませんでした。クレンジング、化粧水、美容液の3つを新たに試してみて、特に変化を感じれなかったという結果を受け、外側から何を塗るかよりも内側から何を摂取するかの方が大事だなというふうに思うようになりました。あとは表情豊かに笑顔でいるのもコスメどうこうというよりも大事ではないかと思うので、コスメは今あるもので十分、もっといいものをと無理して追わなくてもいいかなというふうに考えるようになりました。それから油分の多いジャンクなものやお菓子の食べ過ぎに注意しつつ、栄養バランスの整った食事を心がけていきたいです。以前コメントでリクエストがあったパジャマ部屋着、これまでちゃんと紹介したことがなかったので取り上げました。パジャマ部屋着については冬用と夏用をそれぞれ1着ずつ持っています。もともとパジャマにそれほどこだわりがなく、長年陸上で着ていたジャージで何ら問題なく過ごせていました。ジャージを最低限にしてからはユニクロのパジャマをずっと着ていたんですが、昨年の年末の捨て活で手放したため、生協のチラシに載っていたものを購入しました。なぜこれにしたかというと、母が着ているパジャマと同じものが欲しかったから。でも実際届いてみたら母のやつと同じではなくて、母のほどモコモコしていませんでした。というか結構違いました母がこれだよって言ってたんですけどね、全然違ったっていう。今後パジャマを買う際にこだわりたいと思う点が一つだけありまして、それは足首のところがゴムになっていて、裾がめくり上がらないものです。足が寒いとですね、寝心地が悪いので、現在は下にいつもタイツを履いて寝ています。ちなみに最近買ったユニクロの超極暖ヒートテックレギンスが非常に暖かく履き心地も良くて大変助かっています。また夏用パジャマは無印良品のもので、こちらは昨年の誕生日に母がプレゼントしてくれました。それまでの夏用パジャマもユニクロのもので、ユニクロのものよりも着心地が良く大変気に入っています。買って良かったもの、どうかなって思うもの、それぞれありましたが、経験したからこそ良し悪しが分かったので、どのアイテムも今後につながるアイテムだったと思います。2026年が始まったばかりですが、これからどんなアイテムをお迎えするのかすごく楽しみです。今後のアイテム選びにもどうぞご注目ください。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。
ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。